こんにちは、熊谷由佳です。今回はファイオンさんからキャンバスプロ24 Gen 3を提供いただきました。後ほど詳しくレビューしていくんですが、タッチ操作ができる点と左手デバイスが使いやすかったこと、そして何より画面が大きくて発色が良いところが個人的にかなりお気に入りの液タブでした。動画後半ではキャンバスプロ24 Gen 3を使ったイラストメイキングもお届けします。はい、それでは早速開封していきます。まずは本体、結構な重量感がありました。次にカラーキャリブレーションレポート、クイックスタートガイド、電源アダプター、ペンケース、中にはこんな風にペンが2種類細いのと太いの入ってます。ペンケースはこんな感じでペン立てにもなる優れもので、裏にはペン先を交換するための穴がついてます。で、グローブ、クリーニングクロス、これ後ほど紹介するんですが、カラーメーター、キーダイヤルリモートで、ケーブル類、最後にスタンドです。本体とは別に梱包されていて、後から設置するタイプのスタンドでした。こんな風に本体の裏側には、最初からパカッと立てるタイプのスタンドもついてます。角度が20度なので、もう少しその画面に角度をつけたいよっていう方は、さっきの取り付けタイプのスタンドを使った方が良さそうです。はい、早速スタンドを取り付けていきます。ネジを回す道具、レンチかながついていて、それを使用して簡単に作業することができました。下部にあるレバーを引きながら角度を調節していくんですけど、可動域もね、いい感じです。立ててみるとこんな感じ。本体の右上部分には電源ボタンと画面のタッチ操作のオンオフの切り替えボタンがついてます。それから電源アダプターやケーブル類の差し込み口が並んでますね。はい、全部並べてみました。カラーメーターと左手デバイスが付属しているのもあって、結構全体的にぎっしり感がありますね。個人的に今回の付属品たちのデザインが可愛くてテンションが上がります。ね、クイックスタートガイドも心なしかおしゃれですよね。デスクに設置してみました。かなり大きくて私のデスクにギリギリ乗せられるくらいの大きさです。23.8 インチなんですけど、サイズ感が分かりにくいと思うので、ちょっと A4 用紙を載せてみます。こんな感じでね、3枚乗っかるか乗っからないかくらいのサイズ感です。大きいですよね。電源をオンにしてみました。画面の感じをちょっとね、見ていきましょう。動画だとうまく伝わりにくいかもしれないんですけど、本当に細部まで綺麗に表示されてます。ね、色味もすごい綺麗な感じで、あと反射がほぼないですよね。これ表面にナノエッチング加工ガラス 3.0 っていう加工がされてあって、これが反射を抑えてくれますし、強度とね、耐久性も向上しているそうです。電源ボタンを長押しするとこういった画面が表示されます。ここで明るさを調節したり、カラーモードを切り替えたり、画面表示に関する設定を一度にできます。はい、こちら先ほどインストールしたドライバーの画面です。本体とキーダイヤルリモートの2つのデバイスが表示されてます。
キーダイヤルリモートは有線と Bluetooth の2つの接続方法に対応していて、私は今回 Bluetooth でつなげてます。こんな感じでボタンが並んでいて、すべてのボタンに自由にキーを割り当てて使うことができます。はい、私も自分で使いやすいように初期設定からカスタマイズしてみました。続いて本体の描画領域の設定、ペンの設定、そしてキャンバスプロ 24Gen3 にはこれバーチャルキーボードという機能があります。こんな風に画面上にキーボードを表示させて活用することができます。ドライバーでサイズや透明度を調整したり、キーもカスタマイズできます。そして先ほど触れたカラーメーター G1 なんですけど、これ何かというと色を調整するツールです。モニターって時間が経つと画面に表示される色味が少しずつ変わってしまうらしくて、それを定期的に調整する必要があるらしいんですけど、このツールを使うとその調整を自分で簡単にできるそうです。ペンテストをしてみます。今回2種類ペンが不足していたので両方試してみます。まずは太い方。ペン先のズレも感じないですし、ペン本体の重量感もいい意味で軽すぎない感じです。これ初めて体験する機能だったんですけど、ペンの上がこんな風に消しゴムになっていて、そのまま消すことができます。次に細い方ですね。これも初めて使いますね。手のサイズ的に合っていたからか、個人的にこのスリムペンめちゃくちゃ使いやすかったです。フェルト芯が付属していたので、そちらもテストしてみます。いつもは通常芯を使いがちだったんですけど、今回のフェルト芯はなんとなく書き心地が自分に馴染む気がして、メイキングではほぼフェルト芯を使っていました。ちょっと上のボタンを切り替えて、私が今回一番嬉しかったタッチ操作の機能です。こんな風に指でキャンバスを移動させたり拡大縮小したりできます。実は液タブにずっとこういう機能があればいいのにって思っていて、今回案件をお受けした理由の一つにもこのタッチ操作の機能がありました。個人差はあると思うんですけど、私は本当に使いやすかったです。それではキャンバスプロ 24Gen3 を使ってイラストを描いていきます。今回描くのは私のオリジナル創作天使組曲のイラストです。今年の11月のキタティアに参加予定っていうのと、画面サイズがとても大きいのでポスター用のイラストを描くことにしました。長尺のドローウィズミー動画も後ほどアップしますので、イラストメイキングの全体像が気になる方はぜひそちらもチェックしてみてくれると嬉しいです。まずはオーラフです。ちょっとね、最初の方画面が光っちゃって見づらいかもしれないです。申し訳ないです。大まかなイメージを線画でサクサク描いていきます。今回左手デバイスがあったり、ペンが2種類あったり、タッチ操作とかバーチャルキーボードとかいろんな機能がついていたと思うんですけど、今回のメイキングではそれを全て試しながら描いてます。今はちょうどキーダイヤルリモートと太いペンを使っていて、タッチ操作はオフにしてますね。こんな感じで天使組曲の4人がこちらを向いて天使組曲の世界に誘っている構図にしました。次は色塗りですね。いつもの通りベースカラーを塗ってライティングしていくっていうやり方で描いてます。先ほどまで通常芯を使っていたんですけど、このタイミングでフェルト芯に変えました。フェルト芯って摩擦が大きすぎて個人的にあんまり好みじゃなかったんですけど、今回はなぜか描きやすくて、この段階からずっとフェルト芯を使ってます。ちなみにキャンバスプロ 24Gen3 はペンテック 4.0 の初動圧 2g で軽いタッチでも
線を正確に検知することができて、繊細な線の描画が可能になっているらしく、フェルト紙でも描きやすかったのはそのせいかなと思いました。また 200g から 500g の範囲で最大筆圧の調整が可能で、私みたいに筆圧が弱い方や逆に強い方にもありがたい配慮だなと思いました。はい、今回は彩度の高い色味に挑戦して青空と逆光のライティングにしてみました。はい、線画に入ります。試しにバーチャルキーボードを使ってます。個人的にはこれがちょっと使いづらくて、さっきのキーダイヤルリモートの方が合ってました。あと線画作業にいいかなと思って細いペンを使ってます。使っていて思ったのは、線画っていうよりは塗りでも線でも細かい作業をするのに向いてるペンでした。顔の描き込みとか服の模様とかを描くのにおすすめかなと思います。で、ペンについてる消しゴムはほぼ使ってないですね。ペンを裏返すのがちょっと手間に感じてしまって、でもこれも個人差があるかもしれないですね。はい、塗りです。ラフの塗りレイヤーを活用して進めていきます。ちょっと持つのが疲れちゃって左手を画面外の机の上に置いてるんですけど、ここからずっとキーダイヤルリモートを使って作業しています。やっぱりその画面が大きいとこういうポスターみたいなキャンバスサイズの大きいイラストを描くのに向いてますね。最近特に日差しも強いので画面の反射が少ないところも個人的に助かりました。厚塗りに入ってますね。粗が気になるところを加筆していきます。ここからタッチ操作をオンにしてます。今まで拡大縮小をこの右上のウィンドウのボタンでちまちまやってたんですけど、キャンバスからの行き来が地味にストレスで、今回指でそのままキャンバスを動かせるのが本当に楽ちんでした。動かしたいって思った時に感覚的に操作できるのが良かったです。たまに手のひらの接地面がご反応しちゃうことがあるんですけど、それ以外は快適で、個人的にはそのタッチ操作とキーダイヤルリモートの併用が一番使いやすかったです。こんな感じで使用しやすいツールの選択肢があるのもキャンバスプロ24 Gen 3のいいところかなと思います。そんな感じでイラストが出来上がりました。いかがでしょうか。というわけで今回はキャンバスプロ24 Gen 3の液タブレビュー動画でした。個人的に良かったのはタッチ操作と豊富な付属品です。セールとかで変動があると思うのですが、だいたい20万円ほどのお値段でこの性能と付属品の品揃えは結構お得なのではと思います。お絵描きに慣れてきてもう少し高スペックの液タブ欲しいなとか、タッチ操作付きの液タブが欲しいなっていう方におすすめの液タブです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。